今日は材料4つで簡単に作れる生チョコタルトを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は材料4つで作れる生チョコタルトを作りたいと思います。今回タルト生地も作っていくんですけれども、タルト生地はたったの材料を2つで作ることができます。焼かないタルトとかもあるんですけれども、焼かないタルトはね、ちょっと生地が脆くなってしまいますので、きっちり焼くんだけど材料2つで作れる簡単な方法でタルトを作っていきます。すごく簡単で美味しいので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。今日の材料はこちらです。ビスケット、卵、ミルクチョコレート、生クリームです。こちらの4つの材料で作っていきます。そして使う生クリームに関してなんですけれども、40% 前後のものを使うと少しね分離しやすいので 35% くらいの生クリームがおすすめです。そして今回はですね、こちらの15センチの底取れタイプのタルト型を使っていきます。ではまずタルト生地を作っていきます。今回タルトなんですけれども、冒頭でもお伝えした通り焼いたタルトを作っていきます。使うのがこちらのビスケットと卵です。この2つで簡単にタルト生地を作っていきます。それではまずこちらのジップ袋の中にビスケットを入れていきます。このビスケットの種類もいろいろあるかと思うので、おすすめはねこのチョイスなんですけれども、マリービスケットとかそういったちょっとさっくりめのビスケットで代用していただいても OK です。そうしましたら綿棒などで叩いてビスケットを細かく砕きましょう。とにかくね細かく砕いてください。そうするとね焼き上がりも綺麗になります。では砕きます。ある程度細かくなってきたら綿棒をゴロゴロさせると細かく砕けます。はい、見てください。このぐらい細かめに砕いてください。中見ていただくとこんな感じですね。ここまで細かくしていただくととても綺麗なタルトに仕上がります。一旦卵を器に割り入れます。はい、そして溶きほぐしましょう。そしたらですね、大さじ1/2ぐらいの卵の量を別で取っておいてください。こちらはですね、生地を焼く時に生地に穴を開けるんですけれども、その穴を防ぐために使います。なのでこちらの卵液を取っておきましょう。それではこの砕いたビスケットの中に卵液を流し込みます。でこれをよく揉み込みましょう。でしっかりと卵液をなじませてください。この作り方なんですけど、これ生クリームでも代用できます。なんですけども、生クリームより卵の方がねヘルシーに仕上がりますので、今回は卵を使ってます。はい、このようにしっかりと卵液が全部行き当たれば OK です。でこの時にですね、指で触っていただいて生地がついてこなければ OK です。卵の水分量によってもこの仕上がりがね変わってくる場合がありますので、もしまだ手にくっつく時はビスケットを追加してください。一旦取り出して少しね形を整えてください。で丸く整えたらもう一度入れます。そして手で潰しましょう。そして綿棒で軽く伸ばします。そうしましたら冷蔵庫で30分生地を休ませます。はい、30分経ったら冷蔵庫から出してください。そうするとね少し生地が硬くなってます。それをもう一度伸ばします。それでは型に敷き詰めます。でこのように敷き詰めたらしっかりと側面をくっつけていきましょう。このくぼみの部分にもしっかりと敷き詰めましょう。で敷き詰めたら上を綿棒でゴロゴロして余分な部分を取り除きましょう。はい、このように敷き詰めてください。でこの余った部分は一旦丸めていただいて、であとは丸く伸ばしてこんな感じでクッキーとして楽しんでください。それではですね、フォークで穴を開けていきます。はい、このように穴を開けます。それではこの上にクッキングシートを敷きます。クッ
ッキングシートを敷いて重しを置いていきます。はい、それではこちらを180度に予熱したオーブンでまず10分焼いていきます。はい、10分焼きました。重しを外しましょう。はい、それでは先ほど残しておいた卵液をここに塗ります。この穴を開けた部分を卵液を塗って塞ぎます。はい、OK です。それではこちらをまた180度のオーブンで8分焼きます。8分経ちました。このようにタルトが仕上がりました。で、こちらのクッキーもね、仕上がってます。それではこのまま粗熱を取ります。はい、粗熱が取れました。そしたらこの底の部分ですね、底の部分を持ち上げて下の天板も取って、これでタルト生地は完成です。それではこの中に入れる生チョコを作っていきます。この板チョコを細かく砕いていきます。あとは包丁でね、すごく細かくしていただくとより溶けやすいです。手でやった方がね、楽ちんかなと思います。まな板も汚れないですしね。チョコレート単品で溶かす時は電子レンジを使っちゃうとチョコレートが焦げてしまう時があるので、必ず湯煎で溶かすようにしてください。それでは湯煎で溶かしていきます。このボウルよりも一回り大きいボウルにお湯を入れましょう。はい、そしてチョコが入ったボウルを置きます。今回私はね、見やすいようにガラスボウルでやってるんですけど、チョコレート入れてるボウルはアルミボウルにしていただくとよりチョコレートが溶けやすくなります。それではこちらをね、湯煎に当てながら溶かしていきましょう。生クリーム入れた時にこのチョコレートが分離してしまう時があるんですけれども、こうやってまずしっかりとチョコレートを湯煎に当てて溶かして、その後温めた生クリームを加えていただくと比較的失敗しにくく作ることができます。このようにしっかりチョコレートが溶ければ OK です。それではこの生クリームを電子レンジ 600W で20秒加熱します。それでは加熱した生クリームを半分ずつ加えます。はい、そしたらゆっくり混ぜていきます。で、混ざったら残りの生クリームも加えます。はい、このように滑らかに混ざれば OK です。こちらのタルト生地の中にチョコレートを流し込みます。それではこちらを冷蔵庫で冷やし固めます。このように固まりました。それではですね、こちら分量外なんですが、最後トッピングをしていきます。ココアパウダーです。はい、これで材料4つで作れる生チョコタルトの完成です。こんな感じに仕上がってます。タルトもね、綺麗に仕上がりました。それではいただきたいと思います。今回の型は結構厚さがあるのでね、かなりボリューミーです。では、いただきます。すんごい濃厚です。美味しい。ふわふわ。ちょっと手で失礼いたします。焼かないタルトの場合、結構ね、タルト生地がしっとりしすぎてしまって、このザクザクっという食感を出せないので、こうやって焼くとザクザクっとした食感のタルトを楽しめます。今日も美味しく仕上がりました。今回の生チョコタルトのポイントです。まずタルト生地なんですけれども、こちらを材料2つで簡単に作れるレシピをご紹介しました。このタルトなんですけれども、きちんと焼いているので形が崩れないのと、あとザクザクっとした食感を楽しむことができます。先ほど焼かないバージョンのタルト生地もあるとお伝えしたんですけれども、焼かないタルトを作る場合はバターを使用します。なのでこの焼くタルトはですね、卵を使用しますので、バターよりもかなりカロリーを抑えることができます。そして
このタルト生地を作る時のポイントなんですけれども、ビスケットは極力細かくしてください。そうすると綺麗なタルトに仕上がります。そして焼く時のポイントとしては、今回重しを置いて先に10分焼きました。焼いているとですね、ビスケットの生地が浮いてきてしまうので重しを置いてます。で今回私が使ったような重しがない場合は、重しになるような耐熱のお皿を上に置いて焼いてみてください。そして穴を開けているので、ある程度焼いてから卵液を塗って、その後また焼いて穴を塞いでください。そして生チョコのポイントです。今回はですね、板チョコで簡単に作れる生チョコをご紹介しました。生クリームを入れた時に分離してしまう場合があるんですけれども、チョコレートをきちんと湯煎で溶かしてから温かい生クリームを加えて混ぜていただくと極力分離しにくくなります。そして今回使用しているのが 35% の生クリームです。でこれがですね、パーセンテージが上がりますとちょっと分離しやすくなりますので、おすすめは 35% の動物性の生クリームです。今回私はですね、下の方がね多分直径12センチぐらいで、上が直径15センチぐらいの型になります。で型の種類によってちょっとねチョコレートの量が変わってくるかなと思いますので、もしこれ以上大きい型を使う場合は 1.5 倍ぐらいの量で作っていただいて、もし余ったらタッパーとかに余ったものを入れていただいて生チョコとして楽しんでいただくのがいいかなと思います。ということで今回はたったの材料4つで作れてすごく簡単に作れます。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。今日は材料4つで作れる生チョコタルトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしてますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。